おはようございます。表銀座縦走2日目の朝です。宿泊した大天荘で太陽が昇るのを見て朝食をいただいてからの出発です。中房温泉から大天荘までの様子は一つ前の動画にまとめてます。3泊4日で中房温泉から新穂高温泉まで縦走してるんですが、今日は2日目、大天荘からヒュッテ大槍まで移動します。表銀座の後半部分、東釜尾根と呼ばれるルートを歩きます。すっかり明るくなった5時40分、大天荘出発です。このまままっすぐ行くと常念岳に着くんですが、今日はこの分岐を右に曲がります。ここからは初めて歩くルートなのでドキドキします。大天荘から大天井ヒュッテまでの間は緩やかな下りが続きます。目の前に槍穂の稜線が広がっていて、大絶景の中での登山スタートです。この部分は特に難しい箇所はないので、景色をちらちら見ながらね、まだまだ楽しむ余裕があります。北アルプスらしい大パノラマに、これが表銀座かとワクワクする気持ちが止まりません。すいません。おはようございます。よいしょ。お待たせしました。表銀座といえば北アルプスを代表する登山者憧れのルートだと思うんですよね。私は登山を始めて結構早い段階でこのルートの存在を知って、いつかは歩きたいなとずっと思ってました。そもそも表銀座というのは、燕岳からお天正岳、西岳を経由して槍ヶ岳に至るルートのことです。奇策新道とも呼ばれます。この動画では表銀座がどんなルートなのか、どんな難所があってどんな景色が見えるのか、体力的にどこが大変なのか、登山道をしっかり映しながら実際歩いた感想をね、あれこれおしゃべりしていこうと思ってます。下に見えてきたのが大天井ヒュッテです。大天荘から35分で到着しました。コースタイムは40分なので、ここはコースタイム通りに歩いてこれました。大天井ヒュッテの前にザックを置かせてもらって、絡みで牛首展望台に行ってみます。最初が急登でびっくりしますが、途中からはそう大変でもなくて、10分くらいで登ることができました。同じ時間帯にここを通過していった方たちの中では、牛首展望台に立ち寄っている人はほぼいなかったんですが、大天井ヒュッテの公式サイトに、雄大な北アルプスの絶景を360度望むことができると書いてあったので、これは行くしかないなと思って登ってきました。大天井ヒュッテにもね、いつか泊まってみたいと思ってます。小屋の前に休憩スペースがあります。大天井ヒュッテを出発してすぐは比較的アップダウンの少ない道が続くので歩きやすいです。びっくり平に出ると再び北アルプスの稜線が現れて、あまりの景色の良さに文字通りびっくりします。びっくり平のすぐ後に歩く部分もこれまた絶景続きで最高です。
まだまだ先は長いですが、このなんとも表銀座らしい景色はしっかり目に焼き付けておきたいと思います。登山道の右も左も谷という高度感のある稜線ですが、道幅が結構あるので恐怖心は全く湧かないです。進行方向右手に槍穂の稜線、左手にパノラマ銀座の稜線が見えるので絶景度は抜群です。なんかね、山のカレンダーに出てきそうな景色がずっと広がってます。開放的な登山道で見晴らしは最高ですが、風の影響をもろに受ける稜線だなと思います。今日の後半部分には岩場も結構出てくるので、雨風が強い日は個人的には延期を検討するかなと思います。大好きな常念岳が大きく見えてきました。ここに赤岩岳という山のピークがあります。私は三角点までは行かなかったんですが、百甲山の制覇を目指している方たちは登ってました。今日のルートの特徴としては、とにかくアップダウンが多いんです。遠目から見てわかるような大きなアップダウンだけじゃなくて、いくつもの小さなピークを越えながら進んでいきます。さらに日陰があんまりなくて、ずっと太陽に焼かれているのもあって、じわじわ体力を消耗していきます。それにしても表銀座というのはその名にふさわしく本当に華やかなルートで、終始槍ヶ岳を目の前に望みながら歩けます。ヒュッテ西岳が見えてきました。ここで西岳に寄り道します。こんにちは。どうぞここで言います。すいません。これってそんな長くないですか？長くないんですけども、ちょっと疲れてるんでしんどかったです。しんどかった。私も疲れてます。ありがとうございます。本当はヒュッテ西岳にザックをデポしてから登ろうと思ってたんですが、西岳の方が手前にあって、ザックを置きに行く方が面倒なので、このまま登っちゃいます。ヒュッテ西岳までは視界が開けている箇所がほとんどです。直射日光はきついですが、せっかくの絶景エリアなので、この部分を午前中のガスが上がってくる前に歩けるようにと思って、今回の登山計画では大転送泊にしました。一泊目を円山荘にすると、私の歩くスピードではこの部分がガスるかもしれないなと思ったからです。大天井ヒュッテから西岳ヒュッテまでは2時間45分かかりました。コースタイムは2時間半なので、ここもほぼコースタイム通りでした。さっきここから上がってきた。上がってきました。水俣の越ですか？違う。から、馬場平から上がってきてる。めっちゃあるでしょ、高低差。でも私、その上から見て、なんかその、今日の目的地、あそこの上なんですけど、一回めっちゃ降りますよね。はしごないですよね、ここ。ありますよ。あります？うん。そののっこしまでにあります？はい。はしご1、2、全然垂直違う。垂直じゃないです。75度ぐらい。本当です。よかった。ってことは、はしごがめっちゃあるな。いや、はしごは逆に楽でしょ。っていう人多いんですけどね、はしごが怖いんですよ。なんで握っとったら落ちないのに。
いやいいや、や怖いんですよ、危ないのははしごが。岩場でちょっとずるっとかね、まあ、あっちの方が致命的なんですかね。ちょっとわかんないんですけどね。なんか掴んどりゃいいけど、はい。あ、でもそうか。 3点 C しとけばいいけど、うん。じゃあちょっと行ってみます。おお気をつけて、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ここでヘルメットを装着して出発です。表銀座は西岳までとそれ以降で登山道の雰囲気も難易度もガラッと変わります。表銀座のしんどいゾーン突入です。ここからはいわゆる難所もあるので気が抜けません。はしごや鎖でしっかり整備されているので、足元に注意すれば、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですが、そういう危険箇所が連続する部分もあるので、集中力は必要です。個人的にははしごが怖くて苦手なので、ここからのルートは結構辛かったです。よいしょ。この2連続のはしごは結構長いのでそこそこ高度感はありますが、さっきね、ヒュッテ西岳でお話しした方もおっしゃってたように完全な垂直ではないし、しっかりと固定もされているので安心感はありました。よいしょ。怖っ。怖っ。怖い。よいしょ。はしごや岩場を下るときに足の置き場を探すのがまだまだ苦手だなと感じます。ヒュッテ西岳から水俣のっこしまで250メートル標高を下げます。下りっぱなしなので結構足にきます。ざれ気味の斜面もあるので足元が滑りやすく要注意です。
ここでね、本当にどうでもいい話なんですけど、今回ヘルメットをかぶるって事前に分かってたのに、いつもの癖でつばがぐるっとあるハットタイプの帽子をかぶってきちゃったんですよね。キャップで来ればよかったのに。でももうしょうがない、安全には変えられないので、カッパちゃんスタイルで無理やりヘルメットかぶってます。槍ヶ岳は何度見てもかっこいいんですが、正直だんだん景色を楽しむ余裕がなくなってきました。世間は3連休なんですけどね、今日はあんまり人に会わなくて、この辺りからちょっと心細さを感じてました。こうなった理由としては、今朝の出発自体も私はそんなに早くなかったし、途中牛首展望台とか西岳とか立ち寄っちゃったんでね、もうみんな先に行ってるんですよね。信号が多いな。よいしょ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 。ゆっくりゆっくり。よいしょ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 。おどこに降りるの？よいしょ。怖っ。よいしょ。よいしょ。これ伝わりますかね？はしごの下の部分が結構空いてて、下りだと足の置き場が見えなかったです。ヒュッテ西岳から水俣の起までは1時間かかりました。コースタイムは1時間なのでぴったり同じでした。この水俣の起が今日の中で一番標高が低い部分です。ヒュッテ大槍はここより200メートルほど高い場所に立っているので、ここからは上りが続きます。水俣の起を過ぎると岩場が増えるので、手も使って慎重に登ります。動画から伝わるか分かりませんが、結構息が上がっていて、もうかなりヘロヘロです。シンプルに水俣の起からの登りがしんどいというのもありますが、ヒュッテ西岳から水俣の起まで散々下って足がダメージを受けているところに、このどでかい登り返しが来るのが理由かなと思います。これから歩く部分が見えますが、なかなか大変そうです。槍沢ルートが見えます。来ました。噂の3段のはしごです。
かな。これかな、3段。これか。行くしかない。この動画を編集しながら、こんなにはしごが怖いのに我ながらよく登山やってるなぁと思います。よいしょよいしょよいしょ。あ、よいしょよいしょ。よいしょ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 。よいしょよいしょ。今1個。よいしょよいしょ。1個終わり。1個終わり。めっちゃ高い。よいしょ。個人的には槍の穂先のはしごよりこの東釜尾根の三段はしごの方が高度感があって怖かったです。大丈夫。大丈夫、大丈夫。あー、怖いよ。よいしょよいしょ。よいしょ。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。あー、怖い。よいしょ。2個終わり。2個終わった。最後の1個。最後の1個。その、はしごに取り付くまでが怖いんだよな。はしごとはしごの間が少し離れているので足の置き場に迷う箇所があってそれも怖かったです。ここに足を置いたらいいかわからない。ここか。三段はしごをちょっと離れてみるとこんな感じです。三段はしごが無事に終わったのと前を歩く方たちが見えてきたのとで安心感がすごくてなんかもう力が入りません。槍の穂先がちょっとずつガスってきてます。もう景色はね、明日の朝にお預けでいいんですが、さっきからちょっと空がゴロゴロいってるので、雷が心配です。大天荘側から歩いてくると、この部分がラストスパートになるわけで、朝からの疲れも溜まってるし、すぐ息が上がってしまいます。ヒュッて大槍までの登山道を映しながら今日のルートの総括をすると、東釜尾根に必要なのは体力8割、岩場通過スキル2割という印象でした。さっきの三段はしごとかね、怖かったんですが、時間にするとわずかなものです。それよりもとにかくアップダウンが多くてめちゃくちゃ体力がいります。私は今登山歴4年目で北アルプスを中心にうろちょろ登ってますが、今までの参考の中でこの日がダントツしんどかったです。表銀座には安全だけど体力を消耗する区間と短いけど神経を使う区間が両方出てくるので、体力的にも精神的にも強くないと難しいなと思いました。普段あんまり腰を下ろして休むことがないんですが、水俣のっこしからヒュッて大槍までの上りの部分は、ちょっと歩いちゃ座って、歩いちゃ座ってという感じでした。
だいぶガスってきましたが、ヒュッて大槍が近づいてる嬉しさの方がはるかに上回ってます。水俣のっこしからヒュッて大槍までは2時間15分かかりました。コースタイムは1時間40分なので、いかにバテバテだったか伝わるかと思います。こんにちは。こんにちは、お疲れ様です。着いた。あれ昨日も一緒ですよね。昨日大転送いました。ですよねそうですよね。ですよね。一緒です。今日ここですか？今日あ、じゃあ一緒です。一緒。何時ぐらい着きました？ 10時半ぐらいですよ。早っ。何時出ました4時。5時？ 4時4時。あ、4時。 4時。いや、でも早いな。もう、ヘロヘロです。ヘルメっすよね。いや、余裕そうに見えるけど、あれ、ちょっと、かなり来ましたよ。こんなにね、そう。アップダウンがね、西だけどさ、先なんか、別な。3段のはしごとかがよく言われるからうん、まあ、あそこはここ構えてたんですけど、それもだけど、とにかくもう何歩ほどアップダウンするのっていう。まだ降りんのと思って。で、まあ、見えるじゃないですか、目標が。で、待って、あそこに行くためにはこれ降りるよね。1回みたいなところが何回かあって、白目みたいな。一回降りて、もう一回登り返して、ここで終わりなんやろと思ったら、もう一回さらに降ろされ降りましたじゃないですか。た。あそこの水俣あのっこし。そうですもう来ますね。焼きました。もう足腰が限界です。これですこんなにとは思わなかった。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょっとチェックインしてきます。ヘロヘロ。ヘロヘロだわ。ランチ営業に間に合ったので、去年食べて美味しかったつけ麺をいただきます。今日のお部屋はこんな感じです。個室のような空間で自分専用のライトもあります。飲み水は無料でいただけます。炊き合わせだったので乾燥室も使わせてもらいました。小屋に到着して1時間ほどすると雨が降ってきました。洋風の美味しい夕食をいただいて、寝る準備を済ませてから外に出てきました。今日歩いたルートを振り返ってます。ヒュッて大槍に宿泊するのは1年ぶり2回目なんですが、前回は天気が悪くて槍のモルゲンが見れなかったので、明日の朝はぜひ見れたらいいなと思います。さっきまで雨が降ってたんですが、日没後に焼けました。すごい。おはようございます。3日目の朝です。
念願のヒュッテお槍から見る槍のモルゲン、無事に見れました。最高です。ヒュッテお槍は東鴨尾根の上にある山小屋で、ここから見える槍ヶ岳のシルエットがめちゃくちゃ好きです。出発前にもう一度小屋の前からの景色を楽しみます。今日朝ごはんをつけなかったのはですね、ここまで行動食をほとんど消費してなかったので、それを食べて荷物を軽くしたいなと思ったのと、今朝がね、晴れる予報だったので、朝焼けをゆっくり見たいなと思ったからです。ラストスパート、槍ヶ岳に向けて歩いていきます。東鴨尾根のルート上にあるヒュッテお槍を出発して槍ヶ岳山荘に向かいます。コースタイムは50分です。ヒュッテお槍から槍ヶ岳山荘の部分は1年前にも歩いたことがあるんですが、はしごや鎖があってスリルを感じる箇所もあって、槍沢ルートよりは難易度が高かった記憶があります。ただずっと稜線歩きなので景色は抜群にいいです。どんどん大きくなる目の前の槍に表銀座ルートもいよいよ終盤だなという感じがします。振り返ると常念が綺麗に見えます。ヒュッテお槍は本当に抜群のロケーションに立っていて、ご飯も美味しいし、お部屋も快適だし、何度でも泊まりたくなる山小屋です。ヒュッテお槍を出発してから1時間、ほぼコースタイム通りで槍ヶ岳山荘に到着しました。槍はね、すでに3回登頂しているので、今回はスキップします。
ここまで来て槍ヶ岳登らんのかいって感じなんですが、今日はこれから西鴨尾根っていう初めてのルートを歩くので、そっちに体力気力を残しておこうと思います。槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳の方に向かって歩いて、右手側に伸びるのが今歩いてきた東鴨尾根で、左手側に伸びているのが西鴨尾根です。次の動画に続きます。